夫の母がサウスカロライナ州グリーンビルで最も高級なレストランに予約を入れた。そこは6週間待ちで、前菜の最低料金は$48という場所だった。彼女はみんなに、夫の昇進を祝うためだと言った。しかし、私が現れた時、ホステスは私の名前では予約がないと言った。そして、その甘い毒のような声が背後から聞こえてきた。3年半の結婚生活で認識できるようになったアンジェリーナ・ランドリーの声だった。安いバーがあなたには合ってるかもね、ハニーと、彼女は近くの2つのテーブルに聞こえるように言った。彼女は笑顔でそう言ったが、私が共同経営者であるレストランにいることを全く知らなかった。私の名前はジュン・セレナス。31歳で、グリーンビルの地域食品流通会社で購買コーディネーターとして働いている。これは、レストラン向けに大量契約を交渉することを意味する。生鮮食品の価格から肉の供給業者、テーブルのオリーブオイルのブランドまで、何でもやる。華やかではないが、得意だし、給料も良い。私は長い割り算を学ぶ前にビジネスを学んだ。テキサス州オデッサで祖父母と共に小さなダイナー、ロージーズダイナーを手伝って成長した。祖母のロージー・セレナスは1983年にそのダイナーを開店し、41年間運営した。彼女は私に、ナプキンの上で食材コストの計算を教え、目を合わせずに価格を言う不誠実な供給者を見抜く方法を教えてくれた。大人になってからずっと持ち続けている一つのルールも教えてくれた。常に自分だけの口座を持つこと。ロージーおばあちゃんは、中部テキサスの信用組合に隠し口座を持っていた。それは、彼女が祖父を信じていなかったからではなく、自分自身を信じていたからだ。4年前、友人のバーベキューでドミニク・ランドリーと出会った。彼は30歳で商業保険に勤めていて、笑い声は人を引きつけるものだった。私たちは7ヶ月後に結婚した。早いと思うかもしれないが、50年連れ添った祖父母を見て育つと、愛がどういうものかわかると思ってしまう。しかし、義母がアンジェリーナ・ランドリーだと、愛は全く違った形になる。初めてアンジェリーナに会った時、彼女は私を古い家電のように見下した。私の家族について尋ねられ、ロージーズダイナーのことを話した。ビスケットや常連客、毎年12月に祖母が作るクリスマスタマレスのことを話した。彼女は頭を傾けて、まあ、素敵ね。ドミニクはいつも迷子の子を助けたがるから、と言った。ランドリー家はグリーンビル郡で4つのクリーニング店を経営していて、良いビジネスで堅実な収入がある。一度、計算したこともある。推定年収は、税引き前で約14万ドル。裕福ではないが、快適な生活だ。しかし、アンジェリーナはまるで南部の王族のように振る舞う。彼女はスーパーにパールのネックレスをつけていくし、アップルビーズでウェーターのフランス語の発音を訂正したこともある。アップルビーズで。あのことを今でも考える。3年半の間、アンジェリーナは私がその場にいるべきでないと静かに思い知らせるキャンペーンを展開していた。彼女は私に国際クラブのブランチに違う服を着るように提案した。彼女は3年連続で家族のホリデーカードに私を含めるのを忘れた。感謝祭の昨年、彼女はポーラおばさんに、私がドミニクと結婚したのはランドリーという名字がセレナスよりも住宅ローンの申請に向いているからだろうと言った。人々は笑った。ドミニクは別の部屋にいて、私は3時間かけて作ったスイートポテトキャセロルを持って廊下に立っており、ただ顔が熱くなるのを感じていた。そしてドミニク、彼は悪い男ではない。そこははっきりさせたい。彼は私を愛しているが、3年半の間、一度も母に辞めるように言ったことがない。彼はテーブルの下で私の手を握り、話題を変える。彼女はそういう人だから、と帰りの車の中で言う。彼は、彼の大学、最初の車、アパートの敷金を出してくれた女性に育てられた男だ。すべての贈り物には、に見えない領収書がついていた。アンジェリーナは、の領収書を33年間集めてきた。3週間前、アンジェリーナが私に招待状を送ってきた。家族のディナーだと言った。ドミニクの昇進を祝うためだ。彼女の声は温かく、友好的でさえあった。そして、その時点で気づくべきだった。
なぜなら、アンジェリーナ・ランドリーは私に対して温かく接したことは一度もなかったからだ。彼女が選んだレストランはベルウッド、グリーンビルで最も独占的なテーブル。私のレストランだ。続く前に、ぜひチャンネル登録をして、今どこから見ているのか、そして今の時刻をコメントで教えてください。私は一つ一つ読んでいます。ご支援ありがとうございます。さて、私の人生で最悪のディナーの招待状に戻りましょう。まだ言っていないことがあります。そのディナーの22ヶ月前、私は人生で最大の財務決定を下した。私の友人でシェフのネナ・カバロが、私の流通業務を通じて出会った。素晴らしく、頑固な女性で、彼女自身のレシピと議論をするようなタイプだ。彼女は私に、グリーンビルのダウンタウンで高級南部フュージョンレストランを開きたいというビジネスプランを持ちかけてきた。彼女には才能があった。お金の面を理解するパートナーが必要だった。私は$52,000を投資した。それは8年間の厳格な貯金だった。23歳の時から毎月$400から$600を、氷回りの貯金口座に貯めてきた。そして、祖母が亡くなった時に残してくれた相続分もあった。ロージーおばあちゃんは私に財産を残さなかった。彼女は$21,000と、増やせという内容のラミネート加工されたインデックスカードを残してくれた。だから、私は増やした。ベルウッドは12ヶ月前にオープンした。ネナは公の顔となり、すべての雑誌の特集、すべてのインスタグラムの投稿、アップステートのベストニューレストランリストに載った。私は目立たずにいた。私の名前はウェブサイトにもプレスにも載っていない。私は財務、供給者契約、簿記、在庫管理などを担当している。ロージーズダイナーで祖母がやっていたのと同じ仕事だが、より良いテーブルクロスが使われているだけだ。私はサイレントパートナーと呼ばれる存在で、意図的に黙っている。なぜなら、ドミニク・ランドリーと結婚することの一つのことがあるからだ。ドミニクが知っていることは、アンジェリーナも最終的に知ることになる。彼はそれを話そうとは思っていないが、彼女には彼から情報を引き出す方法がある。歯医者が歯を抜くように、ゆっくりと、計画的に、そして気づいた時にはそれがなくなっている。もしアンジェリーナが私が成功したレストランの共同経営者であることを知ったら、彼女はそれを武器にする方法を見つけるだろう。彼女は人々に私がドミニクの金を使ったと伝え、私の資格を疑い、関わろうとするだろう。だからドミニクは、私がネナのレストランにいくらかの企業資金を手伝ったことを知っていた。多分1万から$15,000。彼は友人への恩だと思っていた。彼は本当の数字、所有権の割合、ベルウッドが初年度に$387,000の収益を上げた事実を全く知らなかった。私の経費後の持ち分は$193,500で、アンジェリーナのクリーニング事業全体の収益よりも多い。ストレスで食べる女性もいれば、私はストレスで投資する。これはおすすめだ。さて、ディナーのセッティングだ。アンジェリーナは、ルートを6週間前に予約した。彼女は特に石のアーチの後ろにあるプライベートアルコブをリクエストした。レストランの中で最高のセクションで、カスタム照明があり、最大10人まで座れる。彼女は7人のゲストで予約をしたが、8人ではなかった。私は予約には含まれていなかった。彼女はディナーは7時半だと言い、他のみんなには7時だと言った。私が到着する頃には、テーブルは満席になり、ドリンクが流れ、アンジェリーナのストーリーはすでに設定されているだろう。ジュンは遅れている、ジュンは整理整頓ができていない、ジュンは家族を優先していないと。しかし、アンジェリーナは一つだけ間違いを犯した。ディナーの1週間前に、彼女は自分の娘であるケルシー・ランドリーを通じてそれを犯した。ドミニクの妹で28歳、マーケティングに勤めているケルシーは、水曜日の晩に私に電話をかけてきた。彼女は2杯のピノ・グリジオを飲んでいて、それがケルシーが真実を話し始めるのに必要な量だった。彼女はアンジェリーナがディナーにローラ・ウィットマンを招待したことを教えてくれた。ローラはアンジェリーナの大学のソロリティの友人の娘で、30歳、シャーロットの製薬営業マンで、金髪で洗練された独身女性だ。
アンジェリーナは数ヶ月間、ドミニクにローラの写真を見せながら、ローラはこの家族にぴったりだし、物事がどうなっているか本当に理解しているとコメントしていた。ケルシーは、ローラがドミニクの隣に座ることになると教えてくれた。電話を切り、私はドライブウェイで11分間車に座っていた。1分1分を数えながら。実は、それだけではなかった。6ヶ月前、私たちの共同口座に不正があることに気づいていた。出所がはっきりしない少額の入金。1200ドル、2000ドル、そしてドミニクの給与サイクルに合わない支出が続いていた。私は財務管理を制御としている。数字を隠すことは、血の嗅覚を持つ犬からステーキを隠すようなものだ。2個ゼ分の明細を引っ張り出し、18ヶ月間にわたるランドリーからの弁護送金を見つけた。合計は14,600ドル。個々の金額は大きくないが、一定していた。すべての送金は、私を拘束するためのリードだった。ケルシーはそれを確認し、気づかずに。彼女はかつて、アンジェリーナが貸したものをすべてメモする小さなノートを持っていると話していた。彼女はそれを、家族の台帳と呼んでいた。義母は息子を助けていたのではなく、彼の従順さを資金援助していたのだ。ドミニクには対峙しなかった。すべてを記録していた。日付、金額、スクリーンショット、そしてただ待っていた。その時、何を待っているのかわからなかった。今は知っている。土曜日の夜、私はオーガスタ通りのブティックで自分のお金で買ったネイビードレスを着た。自分でメイクをし、自分で運転してレストランに向かった。ベルウッドに向かう途中、2つのアンジェリーナのクリーニング店を通り過ぎた。同じ看板が2つに。ランドリーは994年から信頼されています。運転しながら計算をした。31年のクリーニング、12ヶ月のベルウッド。私のレストランは、彼女の店が2年で稼ぐ以上を1年で稼いでいた。駐車場に入ると、ドミニクのシボレー、トラバースがすでに止まっていた。アンジェリーナのシルバーのレクサスは、予約専用の駐車スペースに止まっていた。それは予約専用ではない。彼女はただ、見栄えがルールよりも大事だと思っているのだ。私の携帯が振動した。ニーナからのテキスト。義母がバターが常温じゃないからパンカゴを返したわ。私がパンナイフで何かクリエイティブなことをする前に、話に来てほしい。私は微笑み、車を降りて、共同経営しているレストランの入り口へ向かった。そこには、6週間かけて罠を仕掛けた義母が待っていた。彼女はそれが私の土地の上に仕掛けられた罠だとは知らなかった。その晩のホステスはブリジットという名の22歳の女の子で、3週間の仕事で、まだ予約ソフトを学んでいるところだった。彼女は新しい従業員が誰にでも向けるような微笑みを浮かべ、システムを引き上げていった。ランドリー、7名様ですね。申し訳ありませんが、予約に8人目のゲストは見当たりません。すでにパーティーは着席しているようです。私はブリジットの肩越しにプライベートのアルコーブを見合った。石のアーチを通して、すべてが見えた。7つの食卓の設定、7つの椅子。ドミニクは長い側の真ん中に座り、その右には、ケルシーが説明した写真から即座に認識できる、私が会ったことのない女性、ローラ・ライダーマンがいた。彼女は私の夫に向かって少し傾き、何かを笑っていた。ワイングラスの近くに一方の手を置いて。彼女はまさにアンジェリーナが選ぶタイプの女性だった。洗練されていて、同意しやすく、休日のカード写真について争うことは決してないタイプ。アンジェリーナはテーブルの頭に座っていた。当然のことながら。彼女は輝いていた。その特有の輝きは、彼女が部屋で最も重要な人物だと信じている時に見られるものだ。ケルシーはローラの向かいに座り、スマホをスクロールしていた。ポーラおばさんは、ジェリーナのグリーンビル女性ビジネス協会の友人2人とおしゃべりをしていた。テーブルは満席で、ワインが流れ、みんながリラックスしているようだった。私のための椅子はなかった。その時、アンジェリーナがホステスのスタンドで私を見つけた。彼女は急いで近づいてこなかった。ゆっくりとした、意図的な歩き方で、会話の結末をすでに知っているかのように。
彼女は私のところに到達し、氷のように甘い微笑みで頭を傾け、近くの4人席に聞こえるように言った。ああ、ジュン、来るとは思わなかったわ。今夜の特別料理はフランス語よ。もしかしたら、安いバーの方があなたには合っているかも。4人席の女性たちがちらりとこちらを見た。ブリジットは薬タブレットに手を置いたまま凍りついた。通り過ぎるバッサーが水差しを落としそうになった。面白いことに、アンジェリーナはそれが致命的だと本気で思っていた。フランス語を持ち出すことで、私を小さく無知に感じさせると思っていた。しかし、彼女が知らなかったのは、私が契約を交渉するレストランの半分はフランスの影響を受けたメニューを持っており、プレフィックスリストを彼女が自分のクリーニング請求書を読むよりも早く読むことができることだった。しかし、私は何も言わなかった。まだ言わなかった。なぜなら、その瞬間、私は計算をしていたからだ。感情的なものではなく、戦略的なもの。再びアンジェリーナの肩越しを見た。リンカーン・フェラーラがバーの近くの2人席のセンターピースを調整しているのが見えた。リンカーン、フロアマネージャーで、すべてのビルドアウト会議、ソフトオープニング、四半期レビューに出席している男。私のことを客がいない時にボスと呼ぶ彼だった。彼はまだ私に気づいていなかった。しかし、彼が気づいた瞬間、彼の一言がすべてを崩壊させるだろう。次にドミニクを見た。彼は私の共同経営しているレストランで、他の女性の隣に座り、私から15フィートの位置にいた。彼は私を見た。彼は不快に感じて椅子で少し体を動かした。座席が突然硬くなったかのように。彼はホステスのスタンドに立っている私を見て、自分の母親が近づいてくるのを見たが、立ち上がることはなかった。その瞬間、すべてが明確になった。アンジェリーナのおかげではない。私は彼女が誰であるかを何年も知っていたが、ドミニクのおかげだ。私を愛しているはずの夫が、私の隣に立つために20歩も歩けない。義母の重力は、彼の背骨よりも強かった。私はその場で全てを明らかにすることができた。ブリジットにリンカーンを呼ぶように頼むことも、厨房に入ってナハを連れて出てくることもできた。アンジェリーナの顔が崩れ落ちるのを見るのは素晴らしいことだろう。たった90秒間だけだが。しかし、私は92の満足では動かない。祖母から学んだことだ。彼女は一度、大口のリブアイ注文で肉供給者に短くされようとしたが、彼を直接対峙しなかった。彼女はただ静かに、翌週には競合他社に切り替えた。その供給者はロジーのダイナーを失い、ミコゼ間その理由を探していた。ソボロジーは私にこう言った。人に負けたことを教えちゃダメ。自分で気づかせなさい。それは長く痛むから、だから、私は決断を下した。私はそのテーブルに座るつもりはなかった。騒ぎを起こすつもりもなかった。アンジェリーナに完璧な夜を過ごさせることにした。彼女のすべての一口、すべての乾杯、ローラ・ライダーマンへのその自信満々な視線を楽しませ、そして次の72時間で彼女の世界を崩壊させるつもりだった。私はアンジェリーナを見て、声を平静に保った。あなたが正しい、時間を間違えたかもしれない。楽しい夜を過ごして、アンジェリーナの目が輝いた。彼女は勝ったと思った。彼女はいつもの小さなうなずきを私に送り、信じていたことが確認できたと思い、テーブルに戻っていった。私は出口に向かって振り向いた。4歩進んでから、トイレの先の狭い廊下に左折した。バックオフィスへのサービス廊下、スタッフとオーナーしか知らない廊下だ。ブリジットは私が曲がるのを見ていなかった。アンジェリーナも振り返らなかった。私はオフィス、自分のオフィスに入り、チャールストンの家具生産セールで選んだ椅子に座り、ノートパソコンを開いて、ネナに一行のメッセージを送った。前に出ないで。オフィスに来て。所有権バインダーを持ってきて、ナハは4秒で返事をくれた。今向かってる。義母のクレームブリュレに唾を入れておこうか。私は、いいえ、彼女には一口一口を楽しんでほしい。ここで彼女が最後に食べる食事だから、誰がこの場所を所有しているか知らずに、と返信した。ニーナがオフィスのドアを通り、
燻製パプリカと彼はドアのところで立ち止まり、書類を見つめ、私を見たその瞬間、普通の日曜日ではないことを理解したのがはっきりと分かった。私は叫ばなかった。泣かなかった。私は対面の椅子を指して言った。座って。私たちは$14,600について話す必要がある。彼は座った。否定しなかった。彼には無理だった。数字は彼の母親の名前でまさにそこにあった。彼は説明しようとした。アンジェリーナは、微しい月の間にお金を提供したと言った。彼女はそれを家族が家族を助けるだけだと言って、彼に感じさせた。拒否することは侮辱であり、彼女の愛を拒絶するようなものだと。彼はそのお金を求めたわけではなく、毎回彼女が提案してきたが、彼は、ノーと言わなかった。そして、彼は私に知らせなかった。彼は1年半の間、母親のお金を受け取り、毎晩隣で寝る女性から隠していた。私の心の中には怒りと裏切りが渦巻いていたが、冷静さを保つことが最も重要だった。私は彼に、家族の弁護士の番号をスマートフォンに保存していると告げた。名前を伝え、木曜日に彼女のオフィスに連絡して、空き状況を確認したことも話した。これは感情的な爆発ではなく、明確な計画だった。ドミニクはそれを受け止め、反論せず、言い訳もせず、ハイライトされた文言を見つめ、私を見て言った。明日、カウンセラーに電話する。私はうなずいた。それは解決策ではなく、スタートラインだった。そして、始めることが最低限の条件であることをはっきりさせた。実行することが、この結婚を救うのだ。月曜日の朝、私がリンカーンを通じて手配したベルウッドの宅配便が、午前9時にアンジェリーナの玄関先にクリーム色の封筒を届けた。その中には、共同所有証明書のコピー、私の名前、私の署名、そして22ヶ月前にサウスカロライナ州の州務長官に提出した投資割合が入っていた。そして別のカードには、手書きの3つの言葉、私たちと一緒に食事をしてくれてありがとう。次に何が起こったのか、私は正確に知っている。なぜなら、その晩、ケルシーが教えてくれたからで、ケルシーは封筒が届いた時にアンジェリーナの家にいたからだ。アンジェリーナはキッチンのアイランドでそれを開け、証明書を一度、そして再度読んだ。座り込み、土曜日の夜のクレジットカードアプリを開き、$2147の請求を見つけた。彼女は、ベルウッド・グリーンビルのオーナーをGoogleしたが、何も出てこなかった。なぜなら、私はサイレントパートナーであり、ネナは唯一の公の顔だからだ。アンジェリーナはナのレストランの電話にかけたが、ネナは出なかった。そして、ドミニクに電話をかけた。大人になって初めて、ドミニクは画面に表示された母の名前を見て、電話に出なかった。ケルシーが言うには、アンジェリーナはキッチンのアイランドで45分間、無言で座っていた。火曜日になると、アンジェリーナは被害を抑えようとした。彼女はポラおばさんに自分のバージョンを話した。ジュンがどうにかしてレストランの投資に入り込み、おそらくドミニクのお金を使ったのだが、ポーラは本当の話をすでに知っていた。ケルシーが日曜日の夜に全てを話していたからだ。ポーラは、アンジェリーナのスピーチを全て聞いた後、彼女が家族から聞いたことのない言葉を言った。アンジー、今回は引いておくべきだと思う。アンジェリーナは電話を切り、二人のいとこに電話をかけたが、同じように丁寧な距離感があった。真実は、狭い街の中でいつも通りに家族を通り抜けていた。悪意ではなく、重力のように。ケルシーが二人に話し、ポーラは火曜日の読書会でそれを触れ、リンカーンのスタッフが他のレストランのスタッフに話した。グリーンビルでは、こうした良い話は誰にも押し付けられずに自然に広がる。そして、ロラ・リターマンのことがあった。ケルシーは彼女に直接連絡を取り、攻撃するのではなく、説明をしようとした。彼女はロラに本当の状況を伝え、ドミニクの結婚が基本的に終わっているわけではなく、席の配置が手配されたものであり、ロラがアンジェリーナの私の代わりを務めるために招待された道具だったと話した。ロラの反応は、私に対する怒りではなく、アンジェリーナへの激しい怒りだった。
彼女は自分に完全に虚偽の話を与え、駒として使ったのだ。ロラはアンジェリーナに短いテキストを送り、ケルシーは後でそのスクリーンショットを見せてくれた。私は今後、家族のイベントには出席しません。もう連絡しないでください。その後、彼女はアンジェリーナの番号をブロックした。1週間の間に、アンジェリーナ・ランドリーはドミニクに対する経済的な優位性を失った。彼女は家族の物語をコントロールする力を失い、私のために選んだ公認を失い、そして、ダイナーガールと呼ぶことが二度とできなくなった。なぜなら、ダイナーガールは、アンジェリーナのクリーニングチェーンが2年で稼ぐ以上の収益を1年で上げるレストランを築いたからだ。水曜日の夜、アンジェリーナはリビングルームで一人で座っていた。コーヒーテーブルには、クリーム色のカードストックで作られたベルウッドの共同所有証明書と、2147ドルの請求が示されたクレジットカードの明細書があった。彼女の電話は静かだった。誰も電話をかけてこなかった。2週間後、ドミニクと私はグリーンビルのダウンタウンにあるイースト・ワシントン・ストリートの治療院でセッションを受けていた。3回目のセッションで、ベージュのソファに座り、私たちがまだ触れていないティッシュの箱がサイドテーブルに置かれていた。セラピストは、アンネット・ソーレンソンという名前の女性で、私たちの話を聞く前に昼食を終えたばかりのように見えた。ドミニクに何が変わったのかを尋ねた。彼は少し黙っていた。すると、彼は私が予期していなかったことを言った。彼は、自分の成人生活のすべてを、母親の承認が安全と同じことであると考えていたと言った。母親が金銭を提供するたびに、それは彼女が気にかけている証拠のように感じた。そして、彼がそれを受け取るたびに、彼は少し小さくなるように感じた。しかし、その小ささは馴染み深く、馴染み深さは安全に感じた。彼は、ベルウッドのテーブルに座ってロラ・リターマンが隣にいて、彼の妻がホステススタンドに立っている時に、自分が快適な恥を不快な誠実さの上に選んでいたことに気づいたと言った。そして、私が泣かずに、叫ばずに、母親が望んでいた反応を与えずに立ち去るのを見たとき、彼は、自分がまだ立つ権利を得ていないレベルで動いている人と結婚したことを理解した。私は泣かなかった、うなずいた。まだ長い道のりがあった。アンジェリーナとの境界についての会話は、私たちの第2回のカウンセリングセッションから4日後、私たちのキッチンテーブルで行われた。彼女の場所でもなく、レストランでもなく、中立の場でもなく、私たちの場所だった。アンジェリーナは固い姿勢で到着した。彼女の姿勢は完璧で、戦いの準備をしている時の彼女のいつも通りの姿だった。彼女はおそらく、車を運転している間ずっと自分の防御をリハーサルしていたのだろう。私は、彼女の目の後ろにある話のポイントが見えそうだった。ドミニクが最初に話した。彼は母親に、彼女が貸してくれたお金のすべて、14,600ドルを自分の貯金口座から返済することを伝えた。彼は彼女が祝日、誕生日、家族の集まりには歓迎されるが、純の背景、彼女のキャリア、彼女の家族、あるいは彼女の価値については二度とコメントしないように伝えた。彼女の顔に対しても、彼女の背後でも、他の家族のメンバーに対しても。もし彼女がそうするなら、彼女は再び招待されないだろう。彼は怒っていなかった。彼は残酷ではなく、彼は明確だった。そして、明確さは、私が学んだことは、コントロールを求める人々が耐えられない唯一のものである。アンジェリーナは反論しようとした。彼女は自分が息子のためを思っているだけだと言った。彼女は、どんな母親も同じことをするだろうと言った。ドミニクは彼女を見て言った。あなたは私を思っているわけではなかった。私は出ていけないようにしていたのです。そして私はそれを33年間許してしまった。アンジェリーナはコーヒーを飲み終えることなく去った。彼女はドアを叩くこともなく、ただ立ち去り、銀色のレクサスに乗り込み、去っていった。時には、最も大きな退場は静かなものである。ディナーの3週間後、ニナと私は、トラベラーズ・レストにある地元の農業協同組合と、独占的な季節の農産物を供給する契約を締結した。この契約は私の流通ネットワークの人脈を使って交渉したものである。
ベルウッドは次の四半期まで予約がいっぱいだった。チャールストンポスト&クーリエのフードライターから特集記事についての連絡があった。私の$52,000の投資は、2年未満で$20万以上のリターンを生み出した。そのすべてのドルは私のものであり、すべての決定も私のものであった。ケルシーは以前よりも頻繁に顔を出すようになった。劇的ではなく、母親に対する大きな反抗としてではなく、自然に関係が変わった。私たちが演じるのをやめた時のように。私たちは一緒にメインストリートの土曜日のファーマーズマーケットに行った。彼女は高価なラベンダーハニーを買い、私はネナの新しい前菜用に伝統的なトマトを買った。ケルシーは手作りのキャンドルを販売する小さなオンラインビジネスを始めようかと考えていると話した。私は彼女の数字を見てみると提案した。それは、ランドリー家の誰かが私をゲストではなく資源として扱った初めての瞬間だった。そして、私が時々考える静かな皮肉がある。アンジェリーナのクリーニング店の一つ、ローランズロードの場所、最も古い店舗が顧客を失い始めた。私のせいでも。それは火曜日の朝、ディナーから4週間後のことだった。私はネナと一緒にベルウッドのオフィスで来月の季節メニューを見直していた。燻製トラウトの前菜を残すべきか、それともローストビートサラダに変えるべきかで言い争っていた。お互いに6種類を試食し、7番目に妥協するような議論だった。その時、私の携帯が振動した。フロントのリンカーンからのメッセージだ。新しい予約が入った。これを見た方がいい。私はノートパソコンで予約システムを開くと、そこにはあった。アンジェリーナ・ランドリー、1名。土曜日、午後7時。画面を見つめていると、ネナが私の肩越しに覗き込んできた。彼女は眉を一つ上げ、その遅くて意図的な表情を見せた。良くも悪くも、どちらかの瞬間にしか見せない眉だ。私は予約を確認し、店内で最高の席を指定した。その席は、昨春、造園家と共にデザインした中庭の庭園が見える窓際の席だった。メモは追加せず、アンジェリーナに電話もかけず、ただ確認した。ノートパソコンを閉じて、ビートサラダの議論に戻った。経営者として、そうするのが仕事だからだ。この物語を最後まで読んでくれて本当にありがとう。気に入ってくれたなら、他の素晴らしい物語がもう画面に表示されているよ。タップして、そこでお会いしましょう。また次回お会いしましょう。